皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ウクライナの情勢解説です。主な話題は3つあります。まず第一に、東部戦線の激しい戦い。ロシア軍による人海戦術は継続的に行われており、ロシア軍は日々多大な損失を被っています。しかし、それでもなお前進しようとするロシア軍の攻撃は、繰り返し行われており、これがウクライナ軍を消耗させています。次に、ウクライナに対する支援でも、ヨーロッパとアメリカにおける温度差といったものが結構大きくなっていて、これが今後大きな問題点となるでしょう。そして最後に、ウクライナ軍による遠距離攻撃で、ロシア軍の占領している地域のかなり奥深くに対する攻撃が成功しています。今回は主にその3つについて取り上げていきましょう。ウクライナの戦況を解説するにあたって、地図は戦争研究所の発表しているものを引用しています。赤く塗られている部分がロシア軍の占領している地域。全体状況から言えば、このロシア軍の占領している赤色の部分は最近ではなかなか動かなくなっています。しかし、地図を拡大してみた場合においては、それぞれの地域において激しい戦闘が各地で行われています。特に、ロシア軍の攻撃が集中しているアウディーウィーカは、ロシア軍の損失も非常に大きいのですが、それでも攻撃を繰り返していることから、もはや被害を無視したロシア軍の猛攻状態だと言えます。こちらが東部戦線。地図の真ん中あたりにアウディーウィーカの激しい戦闘を示す大きな丸印が付けられています。その他の場所においても戦闘は継続的に行われているのですが、規模感としては今最もアウディーウィーカに対する攻撃が激しいです。アウディーウィーカは以前からロシア軍と対峙している場所であり、基本的に戦闘正面である町の南側はよく陣地が整備されており、ロシア軍による突破を許していません。しかし、ロシア軍がそうした町の正面からの攻撃ではなく、南北を前進させ、包み込むような形を目指していることから、戦いの場所が周辺部へと移っています。その中においても現在危機的な状況にあるのが町の北側です。ロシア軍の攻勢に十分に対応しきれていない面があり、ロシア軍に対する打撃を与え続けつつも、それでもなお前進するロシア軍が陣地を少しずつ前へと移しつつあります。ロシア軍のこうした消耗を前提とした人海戦術にどれだけ付き合うかといったところがウクライナ軍の課題となるでしょう。バフムトの時と同じように双方が消耗するような形になれば、ウクライナ軍にとっても人口が少ない分だけ部隊の補充が厳しいといった状況を生み出すこととなります。それでは現状ウクライナ軍が迎撃においてはうまくいっているという場面を少し見ておきましょう。ただしここで気をつけなければならないのは解説したように、日々の迎撃戦闘においてはかなり成果を上げているものの、それでもなおロシア軍が突撃を繰り返し、徐々に前進しているという点です。ロシア軍に対する迎撃では、砲撃、対戦車地雷、そしてドローンによる突撃など、これらがミックスされて効果的にロシア軍を迎撃しています。こちらの戦闘車両に対する砲撃もかなり猛烈に行われています。こうした砲撃がたくさん行われているというのをどこで見ればわかるかというと、この地面についている黒い点です。この黒い点というのは砲撃によってできたくぼみのような場所で、もともとは存在しませんでした。激しい戦いが行われている中で砲撃が繰り返され、このような黒い点があちこちについているのです。一方、東部戦線に比べて南部戦線、ヘルソン州のドニプロ川沿岸地域における戦いでは、ウクライナ軍が有利に戦いを進めています。ただし、ここでの戦いは以前から解説している通り、あくまでもゲリラ戦を行うことによって、ロシア軍に安息の時を与えないことにあります。また、この地域において、ウクライナ軍が活動することによって、この地域からロシア軍がどこか別の場所に援軍へと行かないように、いわゆる釘を刺す役目をしています。この後、ウクライナ軍が本格的な渡河作戦をするのであれば、他の地域に対するかなり良い援護になるのですが、今のところそのような大作戦が組まれている様子はなく、この地域における戦いはあくまでもロシア軍を引っかき回すだけにとどまるかもしれません。もちろん、この後大規模な特化作戦、例えば一気に仮設橋を用意して、まとまった数の戦車や装甲車を対岸へと渡し、一気に進軍するというパターンです。現在のような歩兵主体の戦いでは、町を取り戻してどんどんと前進を果たしていくというのは難しいでしょう。どうしても町を取り戻すといった大きな戦いになると、戦車をはじめとした装甲車両というものが必要になります。次に、ウクライナに対する支援についての動き。アメリカからの軍事支援は予算に目処がついていないという大きな問題を抱えています。少なくともバイデン政権はウクライナへの支援というものを表明していて、
そのための予算を議会に求めているので、現在の政権がウクライナ支援を見限っているわけではありません。しかしここで問題になるのが、バイデン大統領が次の大統領選挙において勝つかどうかはわからないという点です。少なくとも現在、共和党の候補は、トランプ氏が有力だとされており、トランプ大統領はウクライナ支援に非常に消極的です。現在の共和党がウクライナ支援に反対姿勢を示しているのも、そうしたトランプ大統領の影響も強いと見られますから、今後アメリカが支援するのかどうかといったところは、ウクライナ選挙に多大な影響を与えることとなります。一方でウクライナ支援のヨーロッパの中では、ドイツが非常に有力国です。ドイツは当初、ウクライナ支援に非常に消極的でした。それはロシアによる侵略が成功するだろうと見ていたからです。2022年、ロシア軍の本格的な侵攻が始まった当初、あなたたちの国はもうすぐなくなるかもしれないといったような見解を外交の場で発言されたという話も残っており、その当時はゼレンスキー大統領に国外へと脱出を進めている側の国でした。しかし、戦いが現在のようにロシア軍による絶対的な勝利がもはや見えなくなっている状況であることは明らかですから、ドイツとしては継続的なウクライナへの支援を行うことによってロシアを勝たせないという戦略へと傾いています。ただし、そのために長期的な予算措置などについても話し合われているところであり、現在の状況だけで言えばアメリカよりもドイツの方がウクライナにとっては頼りになるような状況となっています。これはロシア軍による侵攻当初から見ればかなり劇的な変化と言えます。ところがここにも一つ問題があって、ドイツの国内政治上においては、現在の政権はいつまで持つかわからないという非常に脆弱性があり、今後ドイツの国内政治状況によっては全く異なる方針を打ち出す政権が生まれてくる可能性も秘めています。最後にウクライナ軍の遠距離攻撃について取り上げていきましょう。フランスからウクライナに供与された巡航ミサイルスカルプ。これはイギリスから供与された巡航ミサイルストームシャドウと同じような性能の武器です。射程は250キロ程度とされており、これがクリミア大橋からさほど遠くないケルシの造船所に着弾したようです。左が着弾したものとみられるその当時の状況で、右が夜になってもどうやら燃え続けているようだとする場面です。この港にあったロシア軍の軍艦、こちらの写真が着弾したのではないかとされるものです。衛星写真による検証としてはこちら。左が攻撃前、そして右が攻撃された後。右の写真においては、消火活動に当たるための船が近くに来ていることから、船の中央部黒ずんでいるあたりが攻撃を受けたか、もしくはその影響による火災が発生したものと見られています。損傷の程度がどの程度かについては、続報を待つとしましょう。その他遠距離攻撃では、アゾフ海に面したセドベにおいて弾薬庫が吹っ飛んだようです。こちらがその映像。こちらの方は、被害の規模について後から検証する必要もなさそうなほど大きな爆発、煙が上がっています。ハイマースによる攻撃では届かないと見られる場所であることから、こちらの方も巡航ミサイルが使用された可能性があります。もしくはロシア側が警備をしている兵士たちがタバコの火の不始末からこうした弾薬庫が爆発したと、ウクライナ軍の攻撃を否定するかもしれません。最後に、こちらの写真はアメリカからウクライナへと供与された M1 エイブラムス戦車が戦場近くの部隊に配属されたのではないかとする写真です。実際のところどうかはわかりませんが、少なくとも現在の戦況から言えば、M1 エイブラムス戦車の問題点についてはほとんど気にならないような戦況です。というのも、M1 エイブラムスが供与される際にデメリットとして言われていたのは、燃料がドカ食いするので、ウクライナにとっては維持が大変ではないかといった話や、ウクライナ軍の保有しているソ連系の戦車に比べると、M1 エイブラムス戦車の方が重く、移動に不自由さがあるのではないかといったことが言われていました。しかし、現在の戦況においては、ロシア軍が構成している特に東部戦線などに配備されれば、主には守りの戦いに加わることとなりますから、燃料がドカ食いするというような場面でもありませんし、あちこちを転戦するといったようなわけでもありません。ですから、M1 エイブラムスの装甲が重厚であるといったことは、守りの戦いにおいては大きな利点となるでしょう。ロシア軍が人海戦術を用いて多くの兵士たちを犬死にさせているというこの事実に対して、ウクライナ軍はよく迎撃しています。しかし、この迎撃能力がどこまで持ちこたえられるかどうかは、ウクライナの国力自体はロシアよりも劣っていますから、圧倒的にアメリカのような大国からのまとまった支援というものが必要となります。少なくとも2022年から2023年にかけて、ウクライナ軍がロシア軍の占領している地域を徐々に奪還してきたのは、そのような軍事支援がうまくいっていたからです。しかし、
今年に入ってからの反攻作戦は、ロシア軍が陣地をよく固めているところに対する奪還作戦であり、その難易度は一気に跳ね上がりました。そして現在、季節は冬へと入ろうとしているわけですが、この段階において、アメリカの軍事支援は予算が底をつきかけている状況で、しかも次の予算については現在もなおいつ決まるかわからないという非常に不透明な状況に陥っています。プーチン大統領が現在の東部攻勢を行ったのは、まず第一に北朝鮮のような他の国からの軍需物資の調達に成功したいといったことも大きいでしょう。以前からイランからは軍事ドローンの購入やもしくはロシア国内でのライセンス生産のような活動を進めていた。それに加えて大攻勢に出るには欠かせない十分な数の砲弾を調達したといったことが一つ大きな支えとなっています。さらに言えば今回のようなウクライナを支援する国々の足並みの乱れをまさに今つくべきだという政治的な判断があって、軍事的な損耗を一切気にせずとにかく前へと突撃命令が出されているのかもしれません。人海戦術はあくまでも数を頼りにしていますから、それらを一気に撃滅するほどの迎撃能力があれば、本来であれば一方的な損害を被るロシア軍の方が先細りしていくこととなります。しかし、支援が先細りしているのがウクライナ軍の方もそうであるというのであれば、人海戦術が残念ながら被害は大きいんだけども、それでも前進を果たしてしまうというような、ウクライナ軍にとっては苦い展開へと発展してしまいます。今のところアウディーイカ以外の戦線においては、ロシア軍の攻勢はうまくはいってはいないようですが、このような戦いで一つ成果を出してしまえば、ロシア軍は同じような戦い方を他の町でも繰り返し行うことで屍の山を積み重ねつつもウクライナへの侵略を継続的に行ってしまうでしょう。プーチン大統領にとって人海戦術が成功体験をもたらすものとなってしまった場合においてはまだまだ激しい戦いが続くことになりますから、このような戦術を取れば被害が出るばかりで成功しないというふうに結果が出るためにも軍事支援は必要なのです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメント、またウクライナ情勢についての情報を整理整頓するのに役立ったなと思う方はぜひとも他の方にもこのチャンネルをお勧めしてくれると嬉しいです。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。